人類は地球上で最も賢い生き物です。人類はその知恵によって様々な危険動物から身を守ってきました。その一方で武器なしに野生の動物と対峙するとなると、私たち人類は途端に無力な存在となります。しかしそのような状況に陥っても生き延びるチャンスはあります。この動画で私がお話しした方法をしっかり実践していただければね。ライオン。まずはライオンに襲われた場合から始めましょう。ライオンは獲物の器官を牙で突き刺して窒息させ死に至らしめます。もしこの猛獣と1対1で対峙することになった場合はどうすればいいのでしょうか。第一に猛獣から決して目をそらさないようにしてください。次に慎重にゆっくりと後ろに下がってください。絶対に背中を向けて走ってはいけません。よくライオンは本気で攻撃してくる前に何度か襲いかかる真似を見せることがあります。走り寄ってきたかと思うとすぐ目の前で突然足を止めます。もしライオンがそのような仕草を見せたときは、体を大きく見せるために両手を上げてください。そして大きな音を立ててください。この方法でライオンは攻撃を思いとどまり逃げ出すことがよくあります。ゾウ。ゾウはのんびりとしていて人懐っこい動物のように見えますが、その見かけに反して1年に500人以上の人間を死に追いやっています。ゾウは人間よりも足が速く、その上頭に血が上りやすいのです。もしゾウが怒り出したとしたら何をすればいいのでしょう。この場合おじけづかずに堂々と構えてください。可能な場合は枝を振って叫んでください。ゾウは威嚇しようと耳を動かし鳴き声を上げます。この時体を動かしてはいけません。ゾウはほとんどの場合攻撃する真似を数回見せることがあります。ゾウに背中を見せて逃げ出してはいけません。専門家によればゾウから逃げ出した人の方がその場でじっとしていた人よりも死亡する確率が高いとのことです。ゾウが興味を失う時までじっと待っている方が賢明です。ヒョウ。続いてはヒョウ。すぐそばに近づいてくるまでこの肉食動物の存在に気づくことはほとんどできません。ライオンよりもはるかに体が小さいとはいえ油断は禁物です。20世紀初め、たった1頭のヒョウが300人以上の人間を殺してのけたこともあるほどです。ヒョウはライオンと同じで狩りの際に残酷にも獲物を窒息死させます。ではヒョウと1対1で向かい合うことになったらどうすべきでしょうか。ライオンの場合と違ってヒョウと目を合わせてはいけません。さもなければそれを合図としてヒョウが襲いかかってきてしまいます。決してその場を動かずじっとしているようにしてください。ヒョウはめったに攻撃の予備動作を見せません。そのためもしヒョウが近づいてきたらライオンの場合と同じように体を大きく見せたり大きな音を立てたりしてください。こうすることでヒョウを怖がらせることができます。バッファロー。バッファローは獲物の体を角で突き刺し踏み殺します。バッファローは他の動物とは違って危険が迫っても逃げ出さず逆に戦おうとします。もしバッファローに遭遇した場合はどうすればいいのでしょうか。バッファローと命を懸けた戦いで最も簡単に敗北する方法は全力疾走することです。バッファローは攻撃の予備動作を行わないため、こちらが危険を事前に察知することはできません。バッファローと戦うことになったら、まず長時間逃げることも生き延びることも不可能です。助かる唯一の方法は近くの木によじ登ることです。カバ。
次はアフリカで他のどの野生動物よりも多く人間を殺害している危険動物、カバに遭遇した場合の対処法です。年間3000人以上の人がカバと遭遇して死亡しています。カバの顎と歯は巨大な穴開けパンチに似ていて、獲物の体を真っ二つに切断することができます。水中のカバのテリトリーを侵したら最後、カバは直ちに直接的な脅威が迫っていると認識して襲いかかってくるため、もはや人間になす術はありません。最良の方法は最も近い避難所に身を隠すか木に登ることです。犬が人間を攻撃することはめったにありませんが、それでも時には犬に襲われることもあります。大抵の場合、犬は獲物の動脈を突き刺して大量出血させます。もし犬に襲いかかられた場合、走って逃げることは最良の対処法とは言えません。しっかりと踏みとどまって戦う必要があります。拳を作って思いっきり犬に向かって叫んでください。この時、犬と目を合わせないように注意してください。犬に打撃を与え、もし犬に地面に押し倒された時には首と喉を手で隠してください。その後、可能であれば犬の目を狙って攻撃してください。サメの獲物の殺し方は恐ろしいものです。サメは人間の肉の味を好まないため、それほど殺しに手間をかけません。サメは人間の体の一部を食いちぎった後は何もしないため、犠牲者は死の淵に一人取り残されることになります。空腹のサメはもちろん、この例に限らず人間の体を丸ごと食べてしまうのですが、もしサメに襲われたとしたらどうすればよいのでしょうか。サメはすぐには襲いかかってこないため、まずはその場でじっとしていてください。サメは最初に獲物の周囲を何回か回った後、胴の横側を使って攻撃してくることがあります。この時がサメに攻撃を仕掛ける最高のチャンスです。その一方で、この状況に置かれた場合に最も重要なことは、こみ上げる恐怖感に打ち勝つことです。エラを思いっきり引っ張ったり、鼻に攻撃を与えたり、ナイフや石、必要なら指をサメの目に突っ込んでください。これでサメが逃げ出す可能性があります。また、この際、パニックに陥ったり、発作的に激しく動き出したりすることは禁物です。そうすることで、生き残るチャンスも出てきます。ワニ。大型のワニであるクロコダイルは、サメの160倍危険な生き物です。クロコダイルに殺されるよりも恐ろしい死を想像することはまず不可能でしょう。クロコダイルは食べ物を咀嚼することができません。そのためクロコダイルは獲物の体の一部を牙で突き刺した後、自分の体を転がすことで獲物の肉を食いちぎって丸ごと飲み込みます。この時まだ獲物に息があるという事実もお構いなしに、平均して1年に2500人がクロコダイルによって殺されています。もしこの爬虫類に遭遇した場合はどうすればいいのでしょうか。まずは、もしクロコダイルが川から襲いかかってきたら、クロコダイルが攻撃を失敗した場合を除いて生き残るチャンスが実質ゼロであることからお話ししておきましょう。クロコダイルが攻撃に失敗した場合、もう一度攻撃を仕掛けてくる前に逃げ出すチャンスが発生します。陸でクロコダイルに遭遇しても寄ってくる可能性は低いでしょうが、万一の場合には走って逃げるのが得策です。ワニから逃げるときはジグザグに走らなければならないという誤った説がありますが、実際のところ自分とクロコダイルとの間に距離を作る一番手っ取り早い方法は直線上にまっすぐ走ることです。クロコダイルはすぐに疲れるため、生き残るチャンスはずっと大きくなります。クマ。ほとんどの種類のクマは人間を襲いません。そのようなケースはクマを怒らせてしまったか、クマが脅威とみなした場合がほとんどです。もしこの危険な肉食動物と出くわしてしまった場合はどうすればいいでしょう。
木に登ったり走り出したりしないでください。クマの俊敏さはかなりのものですから。叫ぶことも決してしないでください。叫ぶとクマは自分の身に危険が迫っていると思ってしまいます。どんなに大変に思えても落ち着いて見えるように心がけてください。体を大きく見せるため、ゆっくりと腕を伸ばしながら自分が人間であることをクマに示すために低い声で話してください。この後徐々にその場を離れつつ、どうかクマが追いかけてこないようにと祈ってください。毒蛇。続いては毒蛇の攻撃にあった場合です。毒蛇に遭遇した場合はゆっくりと後ろに下がりつつ進路を変えてください。もし蛇が後をつけてきている気配がしたら足踏みをして地面を揺らしてください。蛇を追い払う効果があります。蛇に噛まれてしまった時はパニックに陥らないようにしてください。パニック状態になると心拍数が増え、蛇の毒もより早く全身に回ってしまいます。また、噛んだ蛇の特徴を覚えるか写真を撮るようにして病院の医師がすぐに解毒剤を特定できるようにしてください。病院にたどり着くまでの間に取るべき手段としては何らかの交通機関を利用することです。毒が回る速度を速めてしまうため絶対に走ってはいけません。救助を待つ間に毒を吸い出すこともできますが、毒のエキスパートたちの多くはこれはほとんど効果的でないと主張しています。ちなみに毒蜘蛛に刺された時も蛇に噛まれた時と同じ対応をしてください。さて、ただいまご覧いただきましたように、思っていたほど肉食動物の襲撃にあってもそれほど状況は絶望的というわけではありません。冷静さと機転が極限の状況において死を回避する条件です。サメの鼻っ面に一発お見舞いしてやろうという方はいいねボタンを押してください。なんてね。もちろん冗談です。皆さん、肉食動物との接触は避けて危険を冒さないようにしてくださいね。万が一危険な状況に陥ってしまった時にはパニックを起こさないように気をつけて、敵の前で目を閉じないようにお願いします。では皆さん、幸運を。またお会いしましょう。命をお大事に。